生まれて一人ステージに立ってフィナーレまでは残り何公演。僕は今までフューチャリングとかコラボレーションっていうのを全然やってこなかったんですけど、この機会にいろんな人とやってみたいなと思って、でその中で今回「Same Thing」っていう EP ができて、スーパーオーガニズム、そしてトンミッシュ、そしてパンピークっていう、ちょうど今年すごく仲良くなったり出会ったり話をするようになった友達、実際面と向かって会ってなんか一緒にやりたいねっていうところからスタートするコラボレーションっていうのをやりたいなと思って。最初はお互いの Apple Music のプレイリストを交換して、でこんな曲聴いてるっつってお互いインスピレーションいろいろと刺激してって、でその中でなんだろう、だんだんこういうものが作りたいねっていうのが固まっていって、でやっぱり星野さんも自分を誘ったってことはヒップホップだってラップの要素が欲しかったから、もともと自分が持っていたビートを聴かせたんですよ。でそしたらもうそれこれかっこいい、これでやろうっつって自分のビートも渡したんですけど、今回はそのドイツのラスカルっていう人のビートを使って、でこれに合わせてじゃあリリックを書こう、メロディーを考えようってなって、それでお互いリリックを書くっていうやり方で作りました。ちょうどパンピー君と僕が一緒にやろうっていう時に、大久保君とも僕は別でお仕事してたので、じゃあミュージックビデオを作ろうってなった時にアニメーションでお願いできたらすごい最高だなと。僕とパンピー君と大久保君の出会いみたいなものもそこでこうつながるし、流れとして今までやってきたゲンさんとの仕事とか、パンピー君と昔やったアニメーション、その2人に対して僕が、2人との歴史が僕にはあるので、ちゃんと意味を持ってアニメーションの中に表現していくっていうのが割と一番大事な部分で、なんかただかっこいい映像を作るとか、ただこう素敵なものを作るっていうよりは、もっとなんかこうシーンによって意味を持ってたりとか、何かこうその時の文脈とかをちゃんと表現したものを記号として入れたりとか、割とビジュアルだけじゃなくてその裏にあるストーリーのようなものを伝わるのが一番いいかなと思って書いてましたね。いろんなインスピレーションはあるけど、今回特に少し意識したのがチャーリー・ブラウンのクリスマスっていう、すごく有名な短編があるんですけど、なんか僕それもともとすごい好きなんですけど、晒もんの曲を聴いた時になんか割とゲンさんがチャーリー・ブラウンみたいな人から理解されないこととかがあったりするけど、なんか割とこう自分は信じてるっていうか、なんかそういう晒もののリリックとなんかピーナッツの世界観って割となんかこうリンクするなと思って、なんかそれはちょっと意識してやりました。僕はミュージックビデオを作るのが大好きで、いつも自分のアイディアだったりこうやりたいことみたいなのを出して、それで監督とこうすり合わせて作っていくことが多いんですけど、今回のミュージックビデオの方はもう大久保君にお任せで、特にアニメーションだし、ビジョンはもう前の作品でやっぱ共有はできているっていうのもあって、どうぞ好きに作ってくださいっていう、なんかそのお任せしますっていう感じも自分の中では今まではあんまりなかったけれども、もうすごく信頼をしていて、驚かせてもらうのが楽しみっていうか、自分一人で作るとか、自分の何かこうフィルターを全部しっかり通さなきゃみたいなものを一回着地をしたっていうのもあって、でこれからはこういろんな人を巻き込んで、もっといろんな人と出会って話しながら進めていくっていうのをやりたいなと。だからその楽しさみたいなものをすごい生まれるんじゃないかなと。なんかこう一人の世界だけじゃないものっていうのがなんかこう生まれるんじゃないかなと、なんかすごく楽しみにしてます。